皆さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマはスーパーのお花で生きる仏花ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで改めまして本日のテーマ、スーパーのお花で生ける仏花の飾り方ということで、以前にこちらで仏花に関してものすごく詳しくご紹介した動画をアップしておりまして、そこではおすすめのお花と NG のお花のご紹介なんかも交えながら、スーパーのお花で簡単に生けれる仏花を2作ほどご紹介しました。で、この動画がすごく人気だったのと、もっと他のお花でも生けてくださいという声もいくつかいただいたので、今日はこちらのスーパーのお花1袋を使って1作生けていこうかなと。まだご覧になってない方はぜひご視聴してみてください。また日々のお花をきれいに飾るいろんなポイントやテクニックをご紹介していますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会に合わせてポチッとよろしくお願いいたします。で、今日はですね、スーパーのお花にしてはなかなか生けやすそうな組み合わせが入ってたので、ちょっと何が入ってるか順番に見ていきましょうか。ちなみにこちらは和風花束 C というセットで599円。だいたい税込みで660円でしたね。これだけの量と種類が入って660円というのはお買い得だったんじゃないかなと。まず1本目がこちら、リンドウですね。夏から秋にかけて出てくる、そんなお花になります。割とこの時期ですと仏花の組み合わせにも入ってくるお花です。続いてこちらが白い小菊。枝分かれして小花がつくタイプの菊になります。これも先ほどご紹介した動画でお話ししていますけど、菊というのは仏花にすごく適しているので、こちらは一輪タイプの菊2本になるんですけど、仏花としては外せないお花ですかね。で、最後にこちらがスプレーカーネーション。なぜか1本だけ洋花が入ってまして、これ最近アップしてる私の才能査定の動画、そこの生け花で重要な5項目というところの花材の取り合わせで言うと、こちら和花で統一されていてぴったしなのに対して1本洋花が入るというのは、私の感覚だと平均が5点だとすると、ちょっと4点とか3点に下がっちゃうなっていうお花なんですけど、ある意味私の職業病的なところはあるんでしょうね。どうしてもやっぱ気になっちゃうところなんですけど、素人の方が見ると全部お花綺麗ですからね。ですのでもちろん今日はこちらも混ぜ込んでいくんですけど、どういうお花を取り合わせるとより綺麗に飾れるのかなというのも、このチャンネルではいろんな動画を通してご紹介していますので、皆さんもそれをぜひ参考にしていただきながら、でも私はここに洋花を入れた方が華やかで好きだという人ももちろんいると思うので、自分の生けて好きなお花、納得するお花、そういったお花が生けられるようになると幸せなんじゃないかなと。ということで今日はこの4種類5本のお花を使ってちょっとした仏花を生けていきたいと思います。で、器が今日はこちら。ちょっとした金属のコンポートになるんですけど、外側が黒で落ち着いているのと、中が銀色っていうのもあって、あまり派手派手しくない器なので、これも仏花に合うかなと思って選んでみました。ここに剣山を置いて生けていきたいと思います。よし、そしたらですね、今日のこちらの4種類のお花で、まずは取材をどうするかというところで見ていくと、今日入っているお花の本数とか特徴をそれぞれ見ていくと、一番ベースとなるもの、取材はこちらのリンドウが適してるんじゃないかなと。ということで、まずはこのリンドウを生けていく。で、このチャンネルを初めて見る方ももしかしているかもしれないので、今さらっとお伝えした取材副材という話に関しては、こちらの動画でかなり詳しくご紹介しているので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで、まずは取材となるリンドを、今回はですね、斜めに倒すと味わいが出てくるんですけど、あえて中心からスラッとまっすぐ縦に生けてみました。で、このままですとまだこの辺りスカスカですし、1本じゃすごく寂しいというところで、この後こちらの副材を使って中心部分を華やかにまとめていくと。ですので、今生けたこの取材、リンドウというのは全体の作品の一番主となる構成、これをベースに他のお花の高さがそれぞれ決まってくるんですね。じゃあメインのこの一番高い主材、主役のお花、今回だとリンドウですけど、この高さはどうやって決めるのっていうところで一応ご紹介しておくと、やはり器との釣り合いっていうのが生け花ではとっても大事なので、この器の直径とか、ここの立ち上がり、立ちっていうんですけど、ここの厚さとか、その器の下にかかる比重っていうんですかね。それと、あと上の花材の量に対して、どのぐらいがいいかなというところで決めていくといいですね。ですので今ちょっと見切れちゃってますけど、これ以上長くなると今日使う器がまたちょっと小ぶりというところもあって、この器のボリューム感に対する花のこの大きさっていうのがものすごく大きくなっちゃうんですね。かといって今いけたのより下げてしまうと、さっきお伝えしたようにこれを主役にバランスをとっていくので、主役が低ければ低いほど下の部分がものすごく窮屈な塊になってしまうと。
また器とのバランスで言うと、今回は花より器の方が存在が大きくなっちゃうのかななんて、そういうところも総合的に見ていくと、生け花の伸びやかさを意識する場合は、今日の全体のバランス感で言うと主役というのは、大体このぐらいの高さが適切なんじゃないかなと思って生けてみました。今お伝えした花材と器との取り合わせだったり、全体のバランス感、あとは最初にちらっとお話したババナと洋花の花材の取り合わせとか、そういったところの感覚を身につけてお花を綺麗に飾るというところで言うと、今私がアップしている才能査定動画、この辺はすごく参考になると思うので、ぜひぜひご視聴いただきたいですし、こちらの動画では生け花で大切な重要5項目についてものすごく詳しくご紹介していますので、ぜひ合わせてご視聴してみてください。ということで続いてこちら、黄色い中菊を生けていく。この菊は、こう言っちゃなんなんですけど、スーパーのお花ではものすごく鮮度状態が良くて、葉っぱも豊かで張りがありますし、すごく当たりだったなぁと。でこの中菊は2本入っていたので、主役の林道の伸びやかさを損なわないように少し高さを抑えながら、1本目はちょっと高い位置に、そしてもう1本は1本目に生けた菊よりは少し低い位置で生けていきます。水に浸かりそうな下の部分の葉っぱはきれいに取ってあげる。これも張りのあるきれいな葉っぱですね。全然傷んでない。スーパーの袋に入れられてるとこの辺がキュッと引き締まっちゃってるので、丁寧に開いてあげると花が生き生きと生きてくるんじゃないかな。ただ逆に葉っぱがものすごく豊かなので、生けた時にお互いが干渉してモサモサしちゃう部分に関しては、生けた後にちょっとさばいてあげるといいですね。菊はこの葉っぱも一つの見どころなので、あまりさばきすぎないようにこの葉っぱも活かしながら生けてあげると綺麗なお花が生き上がるかと思います。ということで2本目はちょっと短く、もうこれだけでもちょっとしたお花として飾れるんじゃないかな。で今落としたこちらの葉っぱ、ちょっとこれも様子見てなんですけど、生け花というのはこの足元下の部分が見えてるとあまりかっこよくないんですね。あえてこういった古典的なお花で水際の立ち上がりをスラッと見せる、そんな伝統的な生け方もあるんですけど、普段生けるようなこういった自由なお花というのはねじめなんて呼ばれるんですけど、この足元を隠すように葉っぱとかをふっと入れてあげると、これ見ていただいただけで印象違うと思うんですけど、下の部分がキュッと引き締まるのと、あとはですね、上のお花と器とにこうやって関わりができるので、より一体感が出てくると。これがないとちょっと下の部分がスカスカっと見えてしまう。ですので菊とかバラとか下の部分にこうやって葉っぱが豊かについているものは、切り落とした後のこういったものも後からこうやって足して利用することができるので、なるべくねこの切り口というのは見えない工夫をしてあげるといいんですけど、どうすれば見えないで綺麗にいけれるかなというところで、ちょっと角度とかを探りながら、そんな使い方もできます。ただ今日はまだ2種類あるので、白菊をねじめにちょっと使っていきましょうか。これは短く切らなきゃあかんかなというところで、これもスーパーの難しいポイントなんですけど、この白い小菊が2本入ってれば、これも高い位置と低い位置とって全体的に混ぜ込むことで調和してくるんですけど、この塊が1箇所にポンとあると、どうしてもここがポイントというか焦点が1箇所にポンと定まっちゃうような、そんな感じになってしまうんですね。今日のこの組み合わせ、まだこの黄色い菊が2本あったので、高さに変化出しながら調和を図れるんですけど、黄色と白って色が違ったりとか、菊とバラっていう感じで組み合わせられたりとか、もうそういうのが来ちゃうとどうしようもないですね。さすがにプロの私でもそれをきれいに生きろと言われたら難しいな。でじゃあこの小菊はどうしようかっていうところで、下のところまでこうやって枝分かれして白い花がついてるので、こういう下についてる花を少し残しながら、まずは上の方で半分に落としていく。でそうすると先端の花がいっぱいついた短いものと、まだ白い花がパラパラ残っている下の部分と2種類に分けることができると。でまずはこの綺麗な先端の方、これはだいぶ短くなっちゃってるんですけど、下の水に浸かってしまう部分はやはり綺麗に落とした方がいいので、ちょっともったいないですけど花を2輪ほどごめんねして落としてしまって、でまずはこちらを短くなってしまったので、口元に1本こんな感じで、今落とした下の部分、こちらをですね、まだ白い花がポチョポチョついているので少し高めに生けていく。こうやって今みたいに分けてあげると、先
先ほどのように1箇所ボテッと白い花が塊で見えるのではなく、黄色いもの、白いもの、黄色いもの、白いものってこう層ができて全体的に混ざり合うので、こんな感じで生けてあげると綺麗にまとまりますかね。でその上でまだ足元が見えちゃってるので、先ほどご紹介したこちらの葉っぱ、これすごく綺麗だったので足していきましょうか。でこちらをねじめの葉っぱとして生けていく。こんな感じで、仏花なので私のイメージなんですけど、仏花って割と生け花的にこう空間を生かすというよりはこう花塊で見せるパターンが多いなと思うので、菊の葉っぱこのぐらいふわっと豊かでもそんなにおかしくはないかなと思うんですけど、ちょっとうるさい場合は 2,3 枚すいてあげるだけでも軽くなるんでね。この辺は好みになってくると思いますけど、後でちょっとまたゆっくりと正面見ながらこの辺はさばいていきたいと思います。そしたら最後にこちら、ちょっとした問題児って言ったらこの子がかわいそうなんですけど、今和花で綺麗にまとまってるんですけども、華やかな洋花がちょっと入ってもいいのかなというところで、こちらのスプレーカーネーションを生けていく。でこれは先ほどのスプレー菊のように先端部分で小花が密集してボテッとついてるものではなく、見たところ3輪、花とつぼみとバランスもいいですし、1箇所オレンジがあってもそんなに違和感はないんじゃないかなと。ですので主役の林道を立てながら、ちょっと奥行き、後ろ側にちらっとこんな感じで見えるように生けていきましょうか。こういうつぼみとか軽い線がふわっと飛ぶといかがですかね。この辺の空間が少しこう軽やかに見えるというか、本当はねこのオレンジここに入ったらこの辺にもちょっと混ぜ込むと全体的にまた調和が生まれてくると思うんですけど、で仏花というのは先ほどご紹介したこちらのお花でも詳しくお話ししてるんですけど、厳密にこうしなきゃいけないっていうルールが決まってるわけではないそうでして、以前にコメントで一番高い部分に白い花を使わなきゃいけないっていうルールがあるんですよっていうのをいただいたんですけど、調べたところ確かに白い花を一番上に生けると正常とか神聖っていう意味で、仏花としては好ましいというのが書かれていました。ただ今日のお花だと白い花だとこのスプレー菊になると思うんですけど、一番上に白い小花の密集してるのがボーンとあると、全体の調和としてもあまり綺麗ではないですし、今日生けたこの林道、白色の種類もあるので、もう何が何でも白いお花を一番高い位置に使わなきゃいけないと思ってる方は、そうやって白い林道をここに生ければ特に問題ないでしょうし、何度もお伝えするように仏花にこうしなきゃいけないっていうルールはないので、あくまでこのチャンネル動画というのは皆さんがお花をきれいに生ける上で何か参考になっていたら嬉しいなと思います。ということでこれでスーパーのお花1袋を使っていけた仏花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。